し、とりあえず行ってみるのぽん。大丈夫ぽんよね。いつもの絶望の援護くんが少し速くなっただけなのぽん。ただ大丈夫なのぽん。これなら楽。ふぎゃワンパンなのぽん。にゃむとっても難しいのぽん。始まるよー。こんにちは。公認クリエイターの葉月です。シーズン武器がとっても強いのが気になる本です。さて今回のお話は、現行最大の威力上昇値の装備構成、ファーシュメル刀テルミナ3付きとセズンハロウィンフィーブがついたブロナーが型などで火力検証を行っていくお話になります。あれ？シュメル刀がテルミナさん付きになってるのぽん。今回の火力検証は私たちが持てる現状の最大火力でしないと意味ないから強化しといたよ。うわーい、さらに強くなってるのぽん。そして今回相手をしてもらうシーズンエネミーはルシエル探索内に潜む真の援護くん相手に。葉月ちゃんそれ違う。普通のお猿さんになってる。間違えたのぽん。こっちの怖い援護くんなのぽん。シーズンエネミーの怖い援護くん相手に火力検証を行っていきます。今回の火力検証は前回の火力検証と違う方法。コンバットもフォトンブラストもあり全力で戦っていきます。そして火ダメージゼロとはいきませんでしたが、たまたまリフレックとシールドがつく日だったので吹き飛ばされることはありませんでした。なので火力の測定に影響することはないと考えますので、今回はリフレックとシールドのみを取得した状態で火力検証していこうと思います。というかワンパンで倒されちゃうポンから実質火ダメージゼロじゃないとできないのポン。動画内ではシーズンエネミー相手にシーズン武器セズンハロウィンフィーブがついた状態で戦うとどれくらい強いのか分かりやすく解説していますし、このことを知っておかないと非常にもったいないと考えますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。この動画が気に入ってくれた方はチャンネル登録、高評価、コメントで応援してくださると嬉しいです。それではシーズン武器での火力検証を始めていきましょう。よろしくお願いします。それでは現行最大の威力上昇値ファーシュメル刀テルミナさんとセズンハロウィンフィーブがついた期間中最強と言われるブロナーが刀での火力検証を始めていきましょう。現行最大の威力上昇値ポンからとっても強いのポン。今回戦っていくのは初登場のこのエネミー鬼神の援護くんです。やっぱりお猿さんにいつもお世話になっていますポン。それでは今回の火力検証の詳細を見ていきましょう。今回の参加選手は左側が猫耳選手、右側が吹雪選手です。セットしているクラスは両選手ともブレイバー、バウンサーです。あれ？吹雪選手はスライラーがいいんじゃないのポン。それに気がついた時に4時を超えちゃっててすいません。次の火力検証は頑張ろうなのポン。使用する防具は両選手先日作りました理論値構成のオキトスアーマプラス61を装備しています。特殊能力は以上の通りです。合計の打撃威力は猫耳選手はプラス 163.0%、 吹雪選手はプラス 148.6% です。猫耳選手の方がすっごい強壮に見えるのポン。今回は装備している武器の火力検証なので両選手違う武器を装備しています。猫耳選手はファーシュメル刀にテルミナさん、能力はクリティカル時の威力プラス 12% がついています。吹雪選手はブロナーが刀にクリセット能力はなし、特筆すべき能力はセズンハロウィンフィーブ。シーズンエネミーに対しての非常に強力な能力、かなりぶっ飛んだ能力がついています。勝てるな頑張れ猫耳選手。テルミナ3まで頑張って作ったコーンは現行最大の威力上昇値も頑張って作ったコーンは個人的な思いが爆発中のわず。ここで吹雪選手が今倒し終わりました。これは早い。吹雪選手が倒し終わってもまだ猫耳選手は戦っています。なんてこった。そんなこったなのポン。今猫耳選手が倒し終わりました。それでは結果まとめてお話ししていきましょう。両選手お疲れ様。それでは圧倒的な戦力差となった今回の火力検証の結果を見ていきましょう。頑張って作ったポンたちの最新の装備構成が今回の火力検証は現行最大の威力上昇値ファーシュメル刀テルミナ3付きの装備構成とセ
セズンハロウィンヒーブがついたブロナーが刀とでシーズンエネミーである鬼神の援護君と戦いタイムを測定比較するというものでした。やはりシーズン2はシーズン武器が最強なのでしょうか。苦労して作った歯しめる刀なのポン。ある程度は強いはずなのポン。それでは気になる結果を見てみましょう。こんな大差なの？苦労して作ったのにお手軽武器に負けちゃうの？そんなことある？すいません、取り乱しました。1位吹雪選手1分55秒、2位猫耳選手2分9秒でした。これはもう圧倒的と言いますか、全然惜しくないですね。完敗です。ちょっとは期待してたのポンけど、全然歯が立たなかったのポン。これは間違いなくシーズン中は最強武器ってことなのポン。そうだね、やっぱりこのセズンハロウィンヒーブの能力、シーズンエネミーに対して追加で威力プラス 20%、クリティカル率プラス 35%、ヒダメージ軽減プラス 30% が恐ろしく強いみたいだね。能力だけ見てもものすごく強いってことがわかるのポン。それでは今回の火力検証をまとめます。まず今回の火力検証はセズンハロウィンヒーブがついたブロナーが刀の方が圧倒的に強いという結果でした。なのでシーズン武器はシーズン中にシーズン対象のエネミー相手であれば少しの強化でかなり強くなれる武器ということが言えます。少しの強化とはプラス61以上にして6スロットにし LC 特殊能力等の余っている特殊能力で穴埋めをし、セズンハロウィンヒーブをつけたままに強化をすることです。またいつものようにプリセット能力をつけていなくてもこの能力差なので、もはやプリセット能力がお好みでつけてくださいねレベルになっています。これくらいの強化ならちょちょいのちょいなのポン。今の皆さんに伝わるかな？とにもかくにもセズンハロウィンヒーブがとっても強いってことだね。了解しましたなのポン。シーズン中はブロナーが武器を振り回していくのポン。とっても強いからマクアド仮想やエルの座でも使っていこうね。はい、ということで今回の火力検証はいかがだったでしょうか。シーズン中にシーズンエネミー相手にシーズン武器を使うと間違いなく最強だということが分かった火力検証でした。シュメル武器を手に入れるためのつなぎの武器としても使えますし、マクアド仮想やエルの座をとっても周回しやすくなりますので、まだ使っていない方はぜひ使ってみてほしいなって思います。ポンもマクアド仮想の周回やデイリー消化をするときに使っていこうって思うのポン。ただこのままだと苦労して作った最新の装備が悲しい扱いで終わりそうなので、次回のお話は最新の理論値構成の装備を使ってデュエルクエストにいるあのエネミーゼリビンを倒すことができるのか、これに挑戦していこうと思います。そんなのポン聞いてないポンよ。過酷なのポン。大丈夫大丈夫、クリア報告あるからきっと大丈夫だから、多分。じゃあ頑張ってみるのポン。次回の現行最大の威力上昇値で挑むデュエルクエストが気になる、やる気元気葉月な方はぜひチャンネル登録をして続報をお待ちいただけると嬉しいです。それでは今回の動画はここまでとなります。ここまでのご視聴ありがとうございました。また次の動画で会えることを楽しみにしています。バイバイ。